私のチャンネル日本物語へようこそ。本日は皆様に、という物語をお話しします。雨の中のささやき。新宿の片隅に、深夜の蝶が深く降りた。土砂降りの雨が容赦なくアスファルトを叩きつけ、ネオンサインの光をにじませる。雷鳴が轟き、稲妻が夜空を切り裂くたび、街は一瞬白昼のようにお放つが、すぐに深い闇に飲み込まれる。こんな夜更け、人気のない裏路地に、小さなラーメン店麺所鈴木がひっそりと佇んでいた。店主の鈴木健二、30歳は店の戸締まりを終え、重いため息をついた。豪雨が客足を遠のかせたのだろう。今夜は特に客が少なかった。健二は卓越した写真記憶の持ち主であり、趣味でアマチュアカメラマンとしても活動している。しかし、雷だけはどうしても苦手だった。稲光がひらめくたびに、胸の奥が締め付けられるような覚えるのだ。店を出て、重い足取りで帰路に着こうとしたとき、健二の目に、雨の中を歩く田中芽、24歳。オフィスで働く彼女は、蒼白にし、今にも泣き出しそうな表情を浮かべていた。ずぶ濡れのが張り付き、寒さに震えているのが見て取れる。すみません。芽は、健二に気づくと、か細い声で話しかけた。彼女の目は、尋常ではないほどに混乱し、恐怖に染まっていた。雨音にかき消されそうな声で、芽は震える声で語り始めた。姉の花がいなくなったんです。芽の姉、花は、イネスティゲタイジャーナリストとして、における、追っていたという。数日前から誰かに尾行されている気がすると口にしていた矢先、連絡が途絶えてしまったのだ。警察にも捜索願いを出したが、低いとされたのか、捜査してもらえない。藁にもすがる思いで、芽は姉の足跡を追っていた。健二は、芽の話を聞きながら、過去に花から受けたことを思い出していた。数年前、店を訪れた花は、真実を追い求める強い意志と、弱い立場の人々に寄り添う優しさにあふれていた。正義感が強く、見過ごせない健二は、芽に心を痛め、助けを申し出た。僕でよければ、力になります。一緒に、お姉さんを探しましょう。雷鳴が再び、るがす。下に空を見上げる芽の肩に、健二はそっと手を添えた。雨は勢いを増し、二人を包み込むように降り続いていた。東京の夜は、二人を待ち受ける。東京の嵐が吹き荒れる夜、健二と芽は失踪した花の住んでいたアパートに足を踏み入れた。部屋の中は静寂に包まれ、埃っぽい空気が漂う中、二人は一台のノートパソコンを見つける。しかし、それは頑丈なパスワードでロックされており、簡単には開かない。健二は目を閉じ、かつて花が語ったインタビューの記憶を呼び起こす。彼の驚異的な写真記憶がここで光を放つ。花が愛した俳句。その中でも特に印象的だった風の歌というフレーズが頭をよぎる。これかもしれないとつぶやきながら、彼はキーボードに手を伸ばす。一方、芽はソファに座り、疲れ果てた体を休めていると眠りに落ちる。夢の中で、彼女は姉のように慕っていた花の霊と出会う。花は優しく微笑みながら、風の歌と囁く。その声はまるで風のように耳元を流れ、芽を導く。目覚めた瞬間、彼女は健二にその言葉を伝える。風の歌よ、それに違いない。健二がその言葉を入力すると、画面が点滅し、ロックが解除される。そこには、都市開発プロジェクトに絡む官僚と建設会社の汚職を暴く詳細な証拠が詰まっていた。二人は息を飲み、その重さに圧倒される。ノートパソコンを読み進める中、部屋のドアが激しく叩かれ、静寂が破られる。次の瞬間、二人の見知らぬ男が乱暴に侵入し、そのノートを渡せと低い声で脅す。健二は一瞬で状況を把握し、芽の手を引き、走れ、と叫ぶ。ノートを手に持ったまま、二人はアパートを飛び出し、雨に濡れた東京の路地へと駆け込む。雷鳴が轟き、健二の心臓は恐怖で縮こまる。彼は雷が苦手だったが、今はそんな弱さを振り払う時だ。芽もまた、息を切らしながら必死に走る。東京のネオンが雨に反射し、まるで現実と幻が交錯するような光景の中、
二人は追っ手を振り切ろうと試みる。路地裏を抜け、細い階段を駆け上がり、ついに浅草寺の境内にたどり着く。古びた提灯の明かりが揺れ、静かな境内はまるで嵐から彼らを守る聖域のようだった。浅草寺の片隅に身を隠し、息を整える二人。明は再び眠りに落ち、夢の中で花と再会する。今度は、花が彼女を優しく手招きし、境内近くの古いロッカーを指さす。そこにすべてがあると、花の声が響く。目覚めた明は賢治にそのビジョンを伝え、二人はロッカーを探し出す。錆びついた扉を開けると、中には一冊のノートと USB メモリーが入っていた。それらには、汚職の証拠をさらに裏付ける契約書や録音データが含まれている。官僚と建設会社が結託し、巨額の利益を不正に得ていた事実が、白日の下にさらされた瞬間だった。この物語は、ただのミステリーではない。賢治の写真記憶と明の夢が交錯し、二人が互いを支えながら真実へと近づく姿は、深い絆と葛藤を描き出す。東京の雨と雷鳴、浅草寺の静寂、そして俳句、風の歌が持つ詩的な響きは、日本の伝統と現代社会の対比を際立たせる。都市開発の裏に潜む汚職というテーマは、現実の社会問題とも共鳴し、読む者の心に重く響く。賢治は恐怖を乗り越え、明は姉の失踪という悲しみを力に変える。二人が花の残した手がかりを頼りに進むこの旅は、真実を求めるだけでなく、自分自身を見つめ直す旅でもあるのだ。賢治と明は、雨に濡れたコートを翻しながら新聞社のドアを押し開けた。手に持つ証拠の束はびしょ濡れで、重たく感じられたけど、それを編集長の机にどさっと置いた瞬間、二人の肩から大きな荷が下りたような気がした。編集長は書類を一別して目を丸くし、これは大変なことになるぞとつぶやいた。でも、喜びもつかの間だった。背後でガチャリとドアが開く音がして、振り返ると黒いスーツを着た男たちが勢いよく入ってきた。そいつらを捕まえろ。誰かが叫び、賢治は明の手を掴んで裏口へと走り出した。東京の夜は、雨で濡れた路面にネオンの光がキラキラと反射して、まるで別世界のようだった。二人は人混みをかき分け、傘の波に紛れて走った。追っ手の足音がすぐ後ろに迫る中、賢治はとっさに路地に飛び込み、積まれた段ボール箱を蹴り倒して道を塞いだ。こっちだよ、と明を引っ張り、迷路のような裏通りを駆け抜けた。息が上がり、心臓がバクバクしたけど、なんとか古い神社の境内にたどり着き、大きな木の陰に身を隠した。雨がこの葉を叩く音に紛れて、追っ手の気配が遠ざかっていくのを二人はじっと聞いた。翌朝、新聞の一面にデカデカと記事が載った。汚職にまみれた高官たちの名前が次々と暴かれ、テレビでは逮捕のニュースが流れていた。人々がざわつき、正義がようやく動き出した瞬間だった。賢治と明は疲れ果てていたけど、心のどこかでほっとしていた。その夜、二人は新宿の小さなラーメンや風のシーに座っていた。店内には湯気が立ち込め、豚骨スープの香りがふわっと広がっていた。熱々のラーメンが目の前に運ばれてきて、二人とも無言で箸を手に取った。ずずっと麺をすする音が響き合い、温かいスープが体に染み渡って、さっきまでの緊張が溶けていくようだった。窓の外では、雨が静かに降り続き、屋根を叩くパラパラという音が心地よいリズムを刻んでいた。やっと終わったね、と明がぽつりと言った。賢治はドンを見つめたまま。でも、花のためだったよね。彼女も喜んでると思うと答えた。その瞬間、店内にふわりと風が吹き込んだ。窓は閉まっているのに、どこからか桜の花びらが一枚、テーブルに舞い落ちてきた。二人は顔を見合わせ、思わず微笑んだ。まるで花の霊がそばにいて、ありがとうと囁いているような気がした。雨は少しずつ弱まり、夜空には星がちらりと顔を覗かせていた。賢治と明の心には、静かな安堵と新しい希望が灯っていた。と教訓小学校割りコロン。恐怖や危険に直面しても、弱、弱、着物、物、お女、足す、け、真実、おつい、う勇気が人間の尊厳、起き、輝かせる。過去の記憶や無意識の声、
夢やしが困難を解決する鍵となる。社会の闇と戦うことは犠牲を友なうが、真実は最終的に光を生地取りとる。棒くなったものの石野願が意は生意切るものに受けがれ未来へと続く。弱さ恐怖を法得ながらも他者を信じ行動する人間の美美しさ。雨や風は浄化と再生の象徴。暗闇の中でも小さな光が道を照照らす。霊小格好ありコロン風の歌。花の魂が残の子した言葉は自然と人間のつながりを強調し、真実は常に存在するというメッセージを伝える。